皆さんこんにちは、ウェビックスタッフです。今回は吉村から新たに発売された XSR125 用のマフラー、ストレート762サイクロン、GP マグナムサイクロン、R77S サイクロンの乗り比べ企画です。それぞれスタイリングの違うマフラーですが、パワーの出方やサウンドが異なります。特に注目度の高いストレート762サイクロンはサイレンサー部分がないため、音量規制に合わせながら作るのが難しく、吉村の長年にわたるマフラー製作技術がふんだんに盛り込まれています。昔ながらのスタイリングを現代の車両に実現したモデルとなります。 R77S サイクロンや GP マグナムサイクロンはエキゾーストパイプが共通で、低速ではトルクフルに、かつ高回転までスポーティーなフィーリングに仕上げてあります。そしてこの3つのマフラーですが、それぞれのサウンドが全く異なります。動画後半では各マフラーのサウンドも紹介していきます。それではフリーライターの中村さんのインプレッションをご覧ください。ライターの中村智彦です。よろしくお願いします。今日は吉村さんの XSR125 用のマフラーを、3本試乗してみました。機械曲げストレート762サイクロンと、GP マグナムサイクロンと、77S サイクロンですね。で、今ついてるのは、77S サイクロンのチタンフィニッシュかな。77S サイクロンと GP マグナムサイクロンは、液パイは同じです。で、モーターショーで発表されて今話題になってる、注目が集まってるのはストレートサイクロン、これじゃないですけども、昔ながらの吉村さんのマフラーの形をしてるやつが、それが一応今回の目玉です。で、まずですね、3本に共通して言えることというか、3本に乗って思ったのは、XSR というか YZF-R125、MT125 も含めてですけども、ぜひ味わってほしいっていう言い方もやらしいんですけど、マフラーだけで久しぶりに思いました。逆に吉村さんの3本に共通していることですけども、3本を味わうとノーマルのマフラーって結構なんか抑えてたんだなと、ノーマル好きの人がいたら申し訳ないんですけど、ノーマルマフラーって回すと意外と苦しそうなんですよ。なんかっていう感じで、振動も硬質なちょっと嫌な振動が出ます。で、まあでもノーマル乗ってる時はこんなもんかなと思ってたんですけども、吉村さんのマフラーつけてみるとエンジンがすごく気持ちよく回るんですね。呼吸が吸って吐いてがすごくスムーズにいってるような。で、本当にノーマル、ヤマハさんの人が見てたら申し訳ないですけど、ノーマルは出る方がちょっと苦しそうな印象だったんです。
印象だったんですよね。吉村さんのマフラーを乗ると、ああノーマルってそうだったんだなと思いました。だからヤマハの125乗ってる人は騙しはしないけど騙されたと思って吉村さんのマフラー試してみたら、あ、俺の場合こうだったんだ、こんなに気持ちよく回るんだっていうので、結構びっくりすると思います。で、なんだろうな、マフラー変えるとなんかマイナス要素が出ることもあるんですよ。ノーマルマフラーって基本的にはよくできてますから。だからこれに関して吉村さんの3本に関してはどれも気持ちよくもあるし、あと振動の質が、振動自体はゼロになるわけじゃないですけどまろやかになるので、疲れないし、多分長距離走っても疲れないでしょうし、回してる時に無理させてる感じがなくて気持ちよくてどんどん回しちゃうっていう感じです。だから種類は3つありますけど、まず吉村さんのマフラーに共通することは気持ちよくもあるし、振動もまろやかになるし、あと大事なことは忘れてた、音がいいです。ノーマルのマフラーって消音第一、メーカーの基準ってアフターマーケットパーツメーカー、吉村さん含めたアフターマーケットパーツメーカーより車両メーカーの方が厳しいからしょうがないんですけど、ノーマルの音って結構無味乾燥って言ったら失礼なんですけど、そんなに面白みがないんですけど、吉村さんのマフラーは、三者三様の気持ちいい音、面白い音がするので、巡航一定解除で巡航してても短期と楽しいなと思いますし、開ければ開けた分の手応えが三者三様であって非常に面白かったです。まずストレートサイクロンはなんだろうな、3つ通して一番最初にストレートサイクロン乗ったんですけど、ストレートサイクロンは非常に優しい印象でした。優しいっつってももったりしてるんじゃなくて、ちゃんとパンチもあるし鼓動感もあるんですけども、穏やかな感じっつうのかな、穏やかというと誤解を受けそうな気がするんですけど、ストレートサイクロンは優しい、もちろんノーマルと比べたらよく回るしパンチもあるし音もいいんですけど優しい印象でした。で77S と GP マグナムがあって、乗った順番でいうとまず GP マグナムはちょっとワイルドというか元気というかバルンバルンって感じが出てきます。こんな違うんだと。ストレートサイクロンでも元気はいいと思ったんですけど、さらに元気が良くなった印象でした。でよく回るのはストレートサイクロンも一緒なんですが、さらにもうちょっと回りたがるというか、中回転から高回転を使いたくなるという印象でした。だからスポーツするんだったら GP マグナムの方がいいのかなと、スポーツ性重視だったらねと思いました。で 77S は、サイレンサー容量がでっかいからか、GP マグナムと比べるともうちょっと滑らかマイルドといってもノーマルと比べたら元気はいいんですけども、 GP マグナムが一番元気が良くて、77S になるとちょっと穏やか、優しい感じになりますと。でストレートサイクロンはもっと優しい感じです。こんなとこかな3社。でも変な話ですけど、どれ見た目で選んでもいいんじゃないって正直思いますけども、あえて分類するならそういう違いはあります。さっきもちょっと吉村さんと喋ってたんですけど、今時の純正マフラーってヤマハさんのも含めてよくできてるんですけど、よくできてるので場合によっては変えなくてもいいんじゃないって思うことも多々あるんですけど、この車両に関しては変えた方がいいと思います。僕がオーナーだったら絶対変えます。そんなとこですかね。